プラレールの車両の多くは電車です。本物の電車であれば、走行するためには架線が必要です。プラレールで架線を完全に再現するのは大変ですが、架線柱だけでもあれば、雰囲気がだいぶ変わるのではないでしょうか。しかし、プラレールの上系部品では、架線柱のレパートリーが少ないです。入手しやすい架線柱は、複線レールに付属しているものと、高架レールに付属しているものだけです。そこで、今回の動画では、いろいろな架線柱を自作してみました。まず、シンプルな単線用架線柱を作ってみました。ローカル線にありそうなデザインです。フュージョン360でデザインします。3D プリンターで出力したものが、こちらのようになります。上部分の両端に接着剤を塗って、柱に差し込んで完成させます。ブロック橋脚に差し込んで使うことができます。また、ブロック橋脚がなくても架線柱を立てられるように、台も作りました。ブロック橋脚と同じように、六角形の穴に架線柱を差し込む形になっています。こちらも、フュージョン360でデザインして、3D プリンターで出力しました。実際にレールをレイアウトし、架線柱を立てて、列車を走らせてみました。別の角度からの映像もお楽しみください。複線用の架線柱も作りました。一つ目は、JR でよく見られるようなものです。フュージョン360でデザインして、3D プリンターで出力します。もう一つは、最近よく見かけるようになった形のものです。こちらも、フュージョン360でデザインして、3D プリンターで出力します。架線を吊る部分に接着剤をつけて、柱の上部の穴に接着します。実際に、レールと架線柱をレイアウトして、列車を走らせてみました。地上線にフォーカスしてみました。架線柱があると、より雰囲気が出ていると思います。高架線にフォーカスしてみました。島式ホーム用の架線柱も作りました。複線用架線柱の横幅を広くした形になっています。2つのブロック橋脚の間にホームを設置して、ホームをまたぐように架線柱を設置することができます。もちろん、地面に架線柱を設置して、ホームをまたぐこともできます。実際に、レールと架線柱をレイアウトして、列車を走らせてみました。線区間に島式ホームを設置するために、以前に作った島式ホーム設置用レールと4分の3直線レールを使いました。地上線のホームにフォーカスしてみました。
高架線のホームにもフォーカスしてみました。当チャンネルでは、過去に、複付線レイアウトの動画も公開しています。そこで、複付線用の架線柱も作りました。以前に作った複付線用ブロック橋脚と組み合わせることができます。地面に設置することもできます。2面4線島式ホーム用の架線柱も作りました。さらに、中の2線が観光線、外側2線が急行線で、観光線のみに島式ホームがある場合の架線柱も作りました。ここまでの架線柱を組み合わせて、複付線レイアウトを組んでみました。外側の複付線では、以前に作った3複線、4複線用曲線レールを使いました。ホームの部分でも、以前に作った幅変換レールを使いました。列車を走らせてみました。10本の列車が行き交います。別の角度からの映像です。専用架線柱にフォーカスしました。別の角度からの映像です。地上線の駅です。高架線の駅です。内側が観光線で、外側が急行線の駅です。地上線の全面展望をお楽しみください。高架線の全面展望をお楽しみください。外側から撮影した側面展望をお楽しみください。
それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。